皆さんこんにちは。アベマの直木マの都市伝説ワイドショーが8話まで公開されているので、ぜひチェックしてみてください。結構ね、バラエティランキングでも上位の方で入って、好評のようで嬉しいです。今年といえば2025年7月5日、もう近づいてますよ。予言の年、週末の年ですよね。科学的な観点から言えば前から言ってますけど、太陽フレアが11年周期で最も活発化する年ですよね。そんなこと直木マンも知ってるよって声が聞こえてくるけど、でもこれ知ってた？ 2012 年7月23日、偶然にもマヤの大予言で終末論が囁かれていたこの年も150年に一度とされる超巨大フレアが飛んできていたんです。それにより電力網は焼き切れ、 GPS もスマホも機能しなくなり、全てのインフラは停止って、そんなことありましたっけ？実は地球がたまたま太陽フレアのヤバい箇所を通るのが9日間遅れていたおかげで壊滅的な被害を免れることができたんです。ビジュアルで見ると結構このニアミスでヤバくないですか？実際ね、1989年に発生した太陽フレアで600万人が9時間の大停電、1859年のキャリントンイベントの太陽フレアで世界中の電子網が火花を散らし火災が発生。言うて煽っときながら大丈夫でしょうって俺も思ってるんだけど、ただね、どうやらね、地球が昔と今では結構違うらしいんですね。地球磁場の強度が200年間で 9% 減少している。つまり地球のバリアが緩んでいるということ。ではこの状況でとんでもない太陽フレアが飛んできたら地球はどうなってしまうのか。高エネルギー粒子が地球にやってくると、窒素酸化物という空の毒を作り出し、オゾン層を破壊することができます。その穴から紫外線が大量に降り注ぎ、一時的に皮膚がん、白内障や植物への影響が増えるかもしれないんです。仮にとんでもない太陽フレアが来てオゾン層を破壊したら、電力障害とかは起きるとして、ただ一番恐ろしいのが人工衛星の落下。2022年2月にスペース X が打ち上げた49機中40機が太陽嵐で軌道を維持できず、大気圏に突入し燃焼してしまったんです。ってことは低軌道にいる人工衛星は太陽フレアで次々と落ちてくる演出なんですかね。現在高度2000キロ以下で飛んでいる人工衛星どれぐらい飛んでると思います皆さん？はい、8000機です。これらが次々と空を降り注ぐようになるのか、隕石やら人工衛星やらが落ちてきますよって言われてるから、これは妙にリアルに感謝はね、ないと思うけど。それ関連だと5月14日に太陽黒点 AR4087 が X2.7 クラスの太陽フレアがありました。これどれぐらいかというと、広島原爆の100万発以上のエネルギーが放出されたんです。そんな太陽フレアの 1.5 日後に起きたのが桜島の噴火。科学的にはね、それ関連してないですよって言うんですけど、もちろん僕たちの研究が及んでないだけかもしれない。その太陽フレアと地震、火山噴火、本当は連動してるんじゃないですかっていう意見もあります。この大災害につなげちゃうようなサインは実はもう一つ起きてて、それが黒潮大蛇行の収束。黒潮は南の方から流れてくる暖かい海流のことで、蛇のように大蛇行をしている流れがあるんですね。この流れが7年9ヶ月続いたんですけど、もうじき終わると報道されたんです。これ終わると起きると言われてるのが大地震。過去の事例を見ると黒潮大蛇行の収束と大地震が重なっていることがあるらしくて、1854年安政南海地震、1994年東南海地震、1980年の日本海中部地震と、このように他にもいくつかあるんですけど、なんで起きるのか。通常よりも海底に圧力が加わることでプレート境界に摩擦が生まれて地震が起きやすくなる。まだ科学的にはね、関連性が認められてないけど、関連はあるかもしれないという研究が出ているそう。なんもないとは思うけど、とはいえね、いろいろ言われてるから一応皆さん準備はしておきましょうね。コンクラベしても意味ないからね。コンクラーベといえば、フランシスコ教皇の死から約2週間後、バチカンではコンクラーベが開かれて、結果選ばれたのはアメリカ出身のロバート・フランシス・プレボスト枢機卿が第267代ローマ教皇に選出されました。正式名、教皇レオ14世。彼がどんな人物なのか置いといて、教皇が亡くなってから気になることが一つあって、それが聖マラキの予言。12世紀アイルランドの大司教聖マラキが未来に登場する112人の教皇の名前を全て予言していたんです。それが1590年に公表されたんですけど、言うてね、予言だから曖昧なものが結構多くて、例えば月に関係する教皇が出てくる、平和やオリーブに関する教皇が出てくるみたいな感じで、どういうことですかオリーブって予言なんてそんなもんでしょう。なんで112人なのかというと、なんと最後の教皇が112人目で2027年に終焉を迎えるということなんです。その最後の教皇がローマ人ペテロ。実はこの名前の教皇こそが最後の教皇、前教皇だったフランシスコだと言われているんです。なぜならフランシスコという教皇名はイタリア語でフランチェスコ・ピエトロペテロに由来し、またフランシスコの父の名がピエトロ・ペトロだったからなんです。語源が一緒的な感じ。アレックスとアレッ
クサンダーみたいな。もしそうだとしたら新しい教皇が出てきちゃったから、まあこの予言は結局免れましたねってことになるかと思いきや、皆さん、新しい教皇の名前を思い出してください。なんと新教皇の名前がフランシスで、これは前教皇のフランシスコと語源的に同一名で、自由な人、フランクな人を意味するラテン語、フランシスコに由来するんです。なので予言継続、2027年世界終末、みたいな感じですかね。っていうよりかは、バチカンの終焉なんじゃないですか。今世界的にカトリック信者の衰退が起きているんです。まあそりゃ無理ないよねと思っちゃうのが長年にわたる性的虐待スキャンダル、隠蔽工作。まあ、それで言うと日本でも X でバズりましたよね。ドバイ案件。美女たちがドバイに出稼ぎに行き、ヤゲとセックスするなど過激なことをさせられて大金を得ているというお話。まああくまでね、ネット上に出回っているお話なんですけど、このシーンを確かめるためにね、実は僕の知り合いがこのドバイ案件的なことをしているっていう話を以前聞いてて、特別直木マのワイドショーでインタビューしました。ちょっとお見せするね。蓋を開けば周りにそういった方がちらほらいまして、いるんだ。まあこれちょっとある社長さん経由で、結構前にドバイでそういったことをしているお話を聞かせてもらって、まあいろいろな案件はあると思うんですけど、僕が聞いた案件では本場はサウジアラビアだと言ってて、なんかすごいうなずいてる。いや、サウジアラビアはゴールなんですよ、本当に。そうなんだ。やっぱそうなんですよ。僕知り合い MBS ですね、ムハンマド皇太子に会いに、これ本当に正面の政治案件ですけど、会いに行くのにまずドバイに着いて、そこで向こうから用意したプライベートジェットに乗って、あとはもう向こうに言われるままです。もう砂漠のわけわかんないところに黒いどでかいテントができてて、ドーム球場みたいなのが、でそこの中に本人が出てきてみたいな、で大使館の人たちが待ってるみたいな状態で、だからどこに行った居場所がわからないようにしなきゃいけないんで、ドバイがハブになって。なるほど。そう、それでサウジアラビアが一応本腰らしくて、ドバイはちょっと通過点みたいな、オーディションする場所らしいんですよ。なのでドバイが。そうなんですよ。彼女が行ったのは、数年前、3、4年前に150人ぐらいの日本人の女の子たちが集められて、なので本当に今回は結構レアケースだったらしくて、この人数。でも基本的にそのオーディションを通ったら、サウジに渡る時にパスポート募集されて、黒塗りのバスに乗せられて、でもどこに行くかも分かんない。場所も分かんない。分かんないんですよ。で、パーティーといいますか、に彼女は出席してたんです。で今回蓋開いたら、そのドバイ案件っていうのが話題になって、あれこれもしかして繋がんじゃないと思って、その当事者に連絡をしたら、ちょっと特別取材させてくれて。すごいな。ステがすごいですね。そうなんですよ。今日はちょっとこのみんなでその取材の一部を見れるということなので、SNS 上で囁かれる恐ろしい噂の真偽を確かめる。はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらが18歳の時から約20年近く海外出稼ぎをしているというマミさん。その最近話題になっているドバイ案件、実際にドバイ案件みたいなことは実在するんですか？はい、実際行きました。はい、行きました。主にそういう出稼ぎされてる子プラスインフルエンサーとかが多いんですかね？そうですね、主にそれですね。コスプレイヤーとかが当時なんか王族がコスプレが好きだったみたいです。団体で一気になぜか日本人が行けるチャンスが来るんですね。あ、そっか、アニメ好きなかったもんね。日本人の変態じじと同じですね。いや、私がいた時はそうです。踊るっていう案件だったので。マミさん踊る案件で行かれたんですよね。はい、なんか踊りますと。踊ります。1日2000ドルで踊りますと。2000ドル日本円で多分25万ぐらい。そうですね。どれぐらい踊ってるんですか？何時間とか決まったんですか？10時間とか。安いな、それだったら。確かに安いですね。今ちょっとね、都市伝説だと思うんですけど、ネットではヤギとやってるみたいな噂が出てたりするんですけど、フルバージョンが見たい方はぜひアベマチェックしてみてください。そして今回ね、またこの人身売買系で動きがありましたね。今回エプスタインの事件で被害者として一番声を大にしていたバージニア・ジュフリー、そんな彼女が
したと報じられたんです。はい、この時点でもうこのニュース疑っちゃうよね。だってエプスタインも GP だからね。彼女は16歳の時にエプスタインや愛人のギレーヌ・アンドリュー王子といった権力者に提供されていたと告発した人物なんですけど、その後も起訴を続け、2019年には GP 願望はないとツイートしていたのにもかかわらず、今回 GP で亡くなったと発表されました。一応彼女はアンドリュー王子とは和解金を支払う形で示談がね成立していたんですけど、バージニアは何かしら重要な証拠を握っていたとされているから、もし彼女が亡くなったり危険にさらされたら、そのねデッドメンスイッチっていうのがあってさ、もう亡くなった瞬間発動するみたいな、それが世に公表されるみたいな、亡くなった瞬間核爆弾が発射されるみたいな装置があるとなぜか噂されているんです。今んとこ出てきてない気はするけどね。てかそもそも彼女の死めちゃくちゃ不可解なんですよ。4月25日に亡くなったんですけど、その1ヶ月前彼女は深刻な自動車事故に遭ってるんですね。そのことをインスタで投稿してて、余命4日と告げられました。心の準備はできている。もう一度子供たちと会いたいとつぶやいているんです。ただこの時警察が発表した事故の内容は軽い接触事故、怪我人の報告なし。いやこの見た目さすがに怪我人なんじゃないですか。不思議だよね。バージニアはねその後1ヶ月後に復活したんですけど、そこで GP したと。そもそもエプスタインリストでまだ公開されてないじゃないですか。これね多分ねみんなが思ってるよりマジで根が深いっていうか闇が深い問題なんですよ。本当に開けてはいけないパンドラの箱みたいなのがどうやらあるんですよ。まあおそらくその理由なんですけど、一番有力な説が富裕層正解王族と強いパイプを持ち未成年の人身売買をしたとされる2019年有罪判決を受けた直後、留置場で GP したとされるジェフリー・エプスタイン、未だに買収に関与したとされる顧客リストが記載されている通称エプスタインリストは公にならず、オバマ元大統領、アンドリュー王子、ビル・ゲイツ、昔はねトランプなどと密接な交友関係を持っていたとされるから、俺らのリストに入ってるんじゃないのって囁かれているんですけど、なんでそもそもエプスタインはそんなことができたのか。エプスタインの真の正体とはイスラエルの諜報機関モサド説、どういうことなのか。彼の交友関係を見ているとどんどんそのイスラエルの影がボーンって出てくるんですよ。まずは30回以上エプスタインのフライトリストに載っていたとされるエアッド・バラックはイスラエル元総理、アマンイスラエル参謀本部諜報局元トップ、エプスタインを財務担当者として採用していたレスリー・ウェクスナーはバテン・バディ・ワークス創業者でビクトリア・シークレットとアブラカミー・フィッチを保有しており、彼は超強力な新イスラエル派の慈善家だったんです。エプスタインの財源の多くはこのレスリーから来ていると噂されています。そしてエプスタインの愛人でもあり右腕だったギレーヌ・マックスウェルの父親はイギリスのメディア王と言われ、モサド、MI6、KGB などと密接な関係があったと噂されているんです。こんな本が出てるからもう噂どころじゃないんだけどね。マックスウェルが亡くなった時、当時のイスラエルの総理イツァク・シャミールは葬式で、彼はイスラエルのために誰よりも多く注力してくれたでしょうと発言し、当時大統領アイム・ヘルツォーグは彼の最後の願いは彼の家族が彼が担ってきた火を引き継ぎイスラエルの関与の伝統を維持し続けることに疑いは一切ありません。この葉隠れかよって感じなんだけど、もうほぼ答え言ってるんですね。なのでこの事件、エプスタインがイスラエルのために世界中のお偉いさんにハニトラを仕掛け金玉を握りイスラエルに有利な交渉を働かせたというのが有力な説ですよね。しかもアメリカは今でもイスラエルとズブズブなので、おそらくそのまま公開されることはない。一部ね改正したものはあるかもしれないけど、このように世の中は本当に陰謀だらけですね。みんな自分は洗脳されてない、自分はまともな正常な考えを持ってるって思い込んでいません。思い込んでるだけかもしれないですよ。皆さんの思考はメディアの思惑通り動かされているかもしれないです。なので今日はみんなのその凝り固まった思考をデトックスしていきたいと思います。今日は元アメリカの海軍の軍人さん、認知戦とか心理戦のエキスパートを参考に、いかにメディアが皆さんの思考を作っているのか、現実を見せていきたいと思います。これを頭に入れとけば皆さんはもう洗脳されることはありません。派閥、グループ分け、いくつかの派閥に分けて対立構造を意図的に作り出します。左翼対右翼、専門家、科学者対陰謀論者、ワクチン派対反ワク派、夫婦別姓賛成派と夫婦別姓反対派もうネタみたいなもんですね。このグループ分けに皆さんも参加した途端思考停止です。なのでメディアがそういったグループ分けをしだしたら要注意です。自分の支持していないものを見るとその途端もう敵とみなすでしょ。もう思考停止してるんですよ。感情に訴えかける。皆さんの感情に訴えかけるような報道を見かけたら要注意です。感情的になると理論的な思考が停止します。例えばスーパーが空っぽのニュース映像とか、ロックダウン時の異常な様子とか、すごい焦る気持ちがあるでしょ。やばいやばい私たちも行かなきゃみたいな感じで。あとこれね実際にあった話
都市伝説なんですけど、東京オリンピックを開催するために芸能人インフルエンサーが障害を持つ選手の名前を挙げて誰々のためにも開催すべきだという流れが実は一時期流れたんです。あれ実は意図的に政治家が流した、なんていうんだろう、世論を動かすためのね、仕掛けだったんですよ。はい。感情に訴えるとみんなの思考は停止して動かされちゃうと。新しい動きに注意。急に新しい動きが SNS を追うことないですか？みんなアイコンを虹色に染めたりさ、ウクライナ国旗アイコン、赤いアイコン MeToo 運動、SDGs 万歳などなど、こういった新しい動きがトレンドになるときはもうみんなもわかると思うけど、間違いなく印象操作の手が働いてますよね。もちろん全て悪いものではなくて、中にはね、すごく大切なこともあるとは思うんですけど、タイミング。これはスピン報道とも言われますけど、なぜそのタイミングでみんなの注意を引く報道が出るのか、例をいくつか出したいと思います。ちなみにこの例はもちろん偶然の可能性もあるので、全てがスピン報道ってわけじゃないんですけど、こちらいかがでしょうか。もちろん偶然のものも多いんですけど、薬物などね、そういったものはね、芸能人が使用しているときはもう大体警察はもちろん情報を握っているので、いつタイミング的に出すのか彼らで仕込んでるなんて話があります。そしてアベマの番組でも言ってましたけど、広報案件っていうのがあるって皆さん聞きましたよね。警察もその特定のね流れをね世の中に出したいとき、わかりやすくスキャンダルな逮捕劇を演じるんですよ。演じるっていうか事実なんですけど、カジノを2030年にやりたいから今オンラインカジノを取り締まるみたいな感じで、なので世の中の動きって本当に意図的に作られちゃってるんですよね。お金を追う。ここ20年間ぐらいで新しいエネルギーインフラが次々と出てきますよね。EV 車、太陽光パネル、風力発電、水素エネルギー、SDGs。非常にエコでエコに見えますが、実際に蓋を開いてみると全然エコじゃなかったり、あるいはね不安定すぎて実用化できないみたいなことがあります。例えば EV は1回のフル充電で一般家庭の1日か2日分の電力を必要とするんですけど、火力発電で CO2 排出につながるので元も子もない。太陽光パネルや風力発電も気候によってだいぶ左右されるし、そもそも安定的ではない。じゃあなぜねメディアはこんなに猛プッシュするのか。この EV 車日本は遅れてるみたいな。なんでそんなことしてんの？当然儲かるからですよ。今までガソリン車で世界は動いてきましたが、日本のトヨタが一番売れてて、それじゃつまんないよ、トヨタだけ一人勝ちつまんない。その流れを変えるために EV 車が普及させられてガッポガッポという利権の流れ。もちろん僕も都市伝説大好きですよ。フリーエネルギー的な本当にエコでね、みんなが使えて安価で、そういったエネルギーが出てきてほしいんですけど、現状を見ると実はフリーエネルギーもどきだけが利権を牛耳ってて、実際にそんな素晴らしい技術はまだ見つかっていないのかもしれない。あるいは見つかってたとしても尽くされている。なので残念ながら今の社会ではお金を追っていくとその答えにたどり着きます。様々なメディアを見る。もしいろんなメディアで同じことを発言していたら要注意。真実って一つだからみんなね結局この真実の一つの答えにたどり着くんじゃないのって思うかもしれないですけど、真実は一つに見えて解釈は無数にあります。わかりやすいものだとウクライナ侵攻。名前がそうじゃん。ウクライナ侵攻って名前が物語ってるよね。ロシアが悪かったとしてもロシアの言い分をマスメディアが偏りなく報じたことは多分一度も見てないですよね。クレヨンしんちゃんのお父さんのヒロシも言ってたじゃん。みんな各々の正義があると。あと稀にあるらしいんですけど、このように言葉一語一句を揃えてシナリオを押し通すこともあるかもしれない。お偉いさんに惑わされるんだ。またその逆も。首相とか大統領とか専門家とかがさ、なんかそれっぽいこと言われてるとみんな信じちゃうってことありますよね。もっと身近なことで言うと、自分の両親、先生、部長、社長とかが言ってるとなんかいやそうでもないか。今の子たち結構ひねくれてるっていうか自分持ってるから、だいたいお偉いさんが言うことは間違ってるっていうのはもう埋め込まれてますよね。さんがワクチンよく打っても死者は一人も出ないって言ったあの発言なんかが一番わかりやすいかと思います。でこの例を探したらね、ありがたいことに石破総理が日本の財政はギリシャより良くないって発言してくれました。ありがとうございます。これ僕のためですか？お偉いさんが言ってるからって合ってるわけじゃないです。またその逆もその無名の方UFO 研究者が言ってるからって全て間違えてるわけじゃないですからね。そこにも真実があるかもしれない。まだあります。このことを頭に入れると言ったらより中立的に物事が見れるかと思います。本物のニュースは常にアップデートされる。例えば小林製薬の紅麹事件、結局あの事件って何だったんですかって、あれって結局最終的にはどこに落ち着いたんですか的なニュースって皆さんたくさんありません？そういったニュースって結構陽動なんですよ。陽動作戦なんですよ。意図的にボーンって出すスキャンダル的なニュースを出して結局その最終的な結果を言わないっていうのは本当にあって、これよく使われるのがミイラ公開しましたみたいな。ミイラ公開されても結局最終的にあのミイラ何だ
ったんですかみたいな。結構オカルトってそこに使われがちなんですよね。なので本当のニュースは最後までアップデートされるので、そこも要注意。そして最後に、このことを本当に頭に入れておけば、だいぶ自分の考えを持つことができるようになると思います。何かについて疑問を持ったり、反対意見を言うことが許されないのであれば、あなたは支配されているということです。これ結構なパンチラインじゃないですか。今までのことをこれ全部忘れちゃってもいいですよ。もうこの言葉だけは覚えておいてください。そしてこの言葉が意味することは結構真理をついてて、どういうことかというと、実はもう真実って世の中に全てあるんですよ。目の前に。重力の答えも宇宙人の存在も宇宙の真理も、ただ皆がそこに関心を向けていないだけです。ただ大切なのは、その真実を求めるために世界にどんな質問を投げかけるか。深いですよ。皆さん意味わかりますか？よく考えてみてください。そして最後のアドバイス。どんだけ最後あるんだ。もうこれ本当に最後だから許して。僕たちは他人を蹴り落とすのではなく、助けることで自分を高めることができます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。